ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、藤井風なんなんオフィシャルビデオ、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ今月はですね、藤井風歌声分析動画強化月間ということでですね、第4弾ということになります。そして先日藤井さんの歌声分析動画をまとめた再生リストっていうものを作りました。ラブライクディス、ハチ公、満ちてゆく、そして今回のなんなんがですね、再生リストにですねまとめてあります。こちらの URL 概要欄に貼ってありますので、ぜひチェックしていただけたらなというふうに思います。そして今回なんなんの方ですね、歌声分析したんですけれども、デビュー曲でこれはやばいですよね。デビュー段階でものすごいハイレベルな歌声、そして音楽知識だったりリズムの知識、この辺を知ることができました。そういった部分をどこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。つるさんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私つるさんが現在気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速、藤井風なんなん歌声分析GO! じゃあ A メロから流していきたいと思います。いきますよ。うわ歌詞が面白いですね。歯に挟がった、挟がったってどういうことかな。挟まったってことかな。で、青さが歯に挟まったってことですかね。歌詞がね、すごく個性的ですね。そしてデビュー曲ですよね。めちゃくちゃかっこよくないですか？声の出し方もめちゃくちゃかっこいいし、でそれと同じぐらいに藤井さんの歌ってるこのノリがめちゃくちゃかっこいいんですよ。全体的にバウンド感があるっていうかね。で歌って声の出し方とか声質に注目されがちなんですけど、実はこのノリをどう出すかっていうところの方がかっこいい雰囲気っていう意味では重要だったりするんですよ。じゃあそのノリってどういう風にやれば出るのかっていうと、リズムの取り方なんですね。で多分この動画を見てくださっている多くの方は、今回のなんなんリズムを取るとしたらタラ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 タタタタみたいな感じで取ると思うんです。これを表のリズムって言います。日本生まれの方はですね、このリズムの取り方がもはや文化になってますね。でも藤井さんはどうやってリズムを取って歌ってるかっていうと、タラ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 タタタみたいな、これでリズムを取って歌ってるんですね。これを裏のリズムって言います。で今オリコンとかビルボードとかにランクインしてくる楽曲の 99% はですね、海外からの輸入音楽なんですね。でその海外の音楽っていうのは裏のリズムで取って歌ったり演奏することでノリが出てくるような作りになってるんですよ。だから藤井さん音楽知識も半端ないと思うんですけど、そういったリズムの知識もものすごいもの持ってますよね。デビュー曲でこれはやばいです。裏のリズム注目してもう一回聞いてみましょう。今裏のリズムで手を叩いてみたんですけど、なんかこっちの方がしっくりくると思うんですよね。さっきの話を聞いた後だと。で実は裏のリズム、これ聞いてる時に裏のリズムを意識して聞いた方が乗れるんですよ。ぜひやってみてください。次いきますよ。歯の隙間に青さがついてることに触れるかどうか悩んでるってことね。なるほどね。歌詞の内容はめちゃくちゃ面白いのに、メロディーと歌い方はめちゃくちゃかっこいいっていう、このギャップね。癖になりますね。そしてデビュー当時の藤井さんはヒゲがないんですね。髪も黒だしね。なんか新鮮ですね。そして声の出し方なんですけど、声の太さだったり音圧をコントロールする肺の中の空間、胸腔共鳴と言葉の輪郭をクリアにしたり、大きさによっては声量のコントロールまでできる口の中の空間、口腔共鳴、この2つが中心の声かな。もう一回聞いてみましょう。
いい。すごくいいですよね。藤井さんの新しい曲を分析すればするほど、藤井さんの新しい魅力に気づくことができてね、嬉しいです、僕。いつもリクエストありがとうございます。次行きますよ。うい。口にしないみたいな感じで、この高いところは口の奥の空間を広げて歌ってるんですよね。クラシックの発声法を少し入れて歌ってるというか、声の広がりがものすごいですよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。口にしないみたいな感じになってますよね。うわ、めっちゃいい声。次いきますよ。真実もあるから。ここまでずっと喉の奥を広げて歌ってるんですね。いやー、かっこいい声だ。次いきますよ。出た出た。イェイ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 。かっこいい。このね、フェイク。めちゃくちゃかっこいいですね。イェイイェイイェイってこう流れる感情を作って、イェイここで強めなスタッカートを入れて歌ってますよね。スタッカートっていうか休符扱いになるのかな、ここまで音を切ると。休符って音が鳴っていないポイントを休符って言います。で、歌で休符を表現するにはどうすればいいかっていうと、ちっちゃい「つ」を入れるんですよ。トラックとか納豆みたいな、このちっちゃい「つ」です。言葉と言葉の間にちっちゃい「つ」が入ることによって音楽の楽譜上休符になるんですね。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。で、今回のなんなんもやっぱりメロディーの流れとしてはどことなく和風な感じがしますよね。懐かしい雰囲気があるっていうかね。でも曲の雰囲気としては R&B なのかな、ファンクなのかな、なんかこの2つのジャンルを融合させたような、そんな雰囲気を感じます、僕は。次いきますよ。いい。何か、ここで鼻の中の空間、鼻腔共鳴を使って歌ってますよね。高いところの音限定でね。で、鼻の中の響きっていうのは、声の音色をコントロールします。で、藤井さん今のところ鼻でどういう音色を使ったかっていうと、声に柔らかい雰囲気をプラスしたんですよね。高いところってどうしても音の聞き心地がキンキンしやすいので、鼻に声を入れることによってそのキンキンした成分を中和したんじゃないかなっていうふうに僕は推測します。もう一回聞いてみましょう。何があってもずっと大好きなのに。何が、この部分だけ鼻の響きを使ってあってもずっと大好きなのに。ここは口と胸の響きに変えてるんですよね。いや、このワンフレーズで声の出し方を変えて歌うってものすごいテクニックですね。次いきますよ。この高音のグイッとこうね、音を引っ張っていく感じが最高ですよね。で、この引っ張っていく感じはどうやって表現してるかっていうと、しゃくりっていうテクニックを使ってます。目的の音に対してちょっと低めの音に入ってクイッとこう音をしゃくり上げるようなテクニックなんですけど、ラララララーみたいな、こんな感じですね。もっとね、藤井さんの高音は柔らかいニュアンスが出てるんですけど、しゃくり注目してもう一回聞いてみましょう。藤井さんの癖なのかな、高音に行くときはこうね、しゃくりが結構多く入ってきますよね。今のところも2回高音ポイントがあったんですけど、2つともしゃくりでクイックイって上げるような歌い方してたかなって思います。次いきますよ。ここは悲しそうな表現ですよね。近すぎて見えなくて無視されてみたいな、なんかこう泣き出してしまいそうな歌い方でしたよね。この表現大好きだな、僕。もう一回聞いてみましょう。たまらないね。なんなんって言いたくなりますよね。素晴らしすぎて。次いきますよ。
わ、ここで雰囲気が変わるんですね。バックでコーラス入ってますよね。これも藤井さんがやってんのかな、全部。でもコメントでどの曲だったかはすいません、ちょっとね忘れちゃったんですけど、コーラスも藤井さんが全部一人でやってますみたいなコメントいただいたんですよね。なんなんも藤井さんが全部コーラス入れてんのかな。イントロのところもものすごいハイクオリティなコーラスがありましたけど、いやさすがですね。もう一回聞いてみましょう。このうーうーってやつ、やっぱりねコーラスが入ってくるともう幻想的な雰囲気が一気に出てきますよね。でここの部分で転調って言って曲のキーが変わってるんですよね。キーって何かっていうと音階って意味です。有名な音階だとドレミファソラシド、日本名だと波長調、英語だと C メジャースケールっていう音階なんですけど、で転調っていうのはどういうことかっていうと、先ほど言ったドレミファソラシドの音が変わって、例えばドレミのミの音から始まるドレミファソラシドに聞こえる音階に変わりましたよ。これがね転調です。代表的な転調例だと最後の大サビでキーが上がる、これも転調ですね。転調で一気に B メロの雰囲気が変わって、なおかつコーラスが入ることによって神秘的な雰囲気を表現してるっていうポイント。やっぱアレンジ力も素晴らしいですよね。次いきますよ。でここの部分なんですけど、ちょっと落ち込んでるような雰囲気を表現してるのかな。口をあまり開かずに悲しいような顔でレコーディングしたんじゃないかなっていうふうに推測します。藤井さんが表現してる感情に注目してもう一回聞いてみましょう。そっちに行ってはダメとじゃなくて、そっちに行ってはダメと、こっちのニュアンスの方が多分合ってると思うんですよね。顔の表情で悲しいような雰囲気を出して、口の大きさで落ち込んでるような雰囲気を出す、こういった表現方法なんじゃないかなって僕はね推測しますよ。次いきますね。最初のスタッカートやばくなかったですか？結構強めに音切ってますよね。キッカーみたいな。で、ここのスタッカートの部分で子音も強めに出してるんですよね。子音を強く出してる音がアクセントって言われる強い音になってるので、フレーズ頭のインパクトがものすごく強いことになってます。もう一回聞いてみましょう。全体的に子音は強めなんですね。最初のキッカーのところはスタッカートも使っていたから先ほど言ったようにインパクトが強い感じになってますけど、その後もスタッカートを使っていないだけで全体的に子音が強かったですね。ごめんなさい、訂正します。次いきますよ。今の声だめっていう言葉あんまり歌詞で聞かないですよね。すごくこうね、うっとりしていた瞬間に声だめっていうワードでね、はっと我に気づきますね。でもこっからサビが始まるのかな。サビの前で雰囲気をガラッと変えるっていう意味合いで、ああいうパワーワード的な言葉を使ったのかな。もう一回聞いてみましょう。声だめとだいぶ、ここでまた転調してるんですね。すごいです、この曲の作り方。本当おしゃれですよね。こうなってくるとね、やっぱね、サビが楽しみなんです。毎回藤井さんの曲って、サビがどんな展開待ってるんだろうっていう期待感がね、こうね、ものすごいことになりますよね。次いきますよ。かっこいい。この音域を歌っている藤井さんの歌声、僕はね初めて聞いたかもしれないですね。この動画の前に公開した3動画、全体的にもうちょっと低い音域を歌っていたと思うんですけど、デビュー曲のなんなんかなり高い音域攻めてますよね。もう一回聞いてみましょう。先がけてわしは言うたか。高いね。僕は地声だとギリギリかな、この辺は。男性のね、高音域って言われる入り口ぐらいの音域だと思うんですけど、めちゃくちゃ迫力のある高音ですね。かっ
こいい。次いきますよ。うん。あ、これが藤井さんの地元の言葉ってことか。こちらもね、コメントで教えていただきました。地元の方言を使った歌詞がすごくいいみたいなね。なんか愛着が湧きますね。もう一回聞いてみましょう。この時代の藤井さん、高音は口を大きく広げて歌うんですね。もう声の広がりが口を開いている感じがして、どういう感じかっていうと、声がね、わっとこう広がってるような雰囲気がするんですよね。聞いてくれんかったんみたいな。これ口をあまり開かないと、聞いてくれんかったんこういう感じになるんですよ。声の広がりが全然違いますよね。おそらくね、藤井さん、この時代高音は口を大きく開けて歌っていたんじゃないかって推測します。次いきますよ。いいね。なんここのねフェイクっていうかね、追っかけか。ここでね、なんみたいな感じで細かいフレージングなんですよね。いやー、めちゃくちゃかっこいいですね。次いきますよ。今のなんちゃったのこのジャの音、ここで地声じゃない声を使ってるんですね。どんな声かっていうと、ミックスボイスって言われる地声と裏声の中間の声を使ってます。これね、ものすごい難しいテクニックなんですよね。何が難しいかっていうと、地声と裏声のバランスを取るのがすごく難しいんですよね。歌が上手くなりたい人とか、歌でプロを目指してる人の中で多分ね、習得したいテクニックナンバーワンだと思うんです。ミックスボイスって。地声のように聞こえる声で裏声みたいに楽に出せるっていうスーパーテクニックなんですけど、ただ習得がめちゃくちゃ難しい。僕はね、できるようになるまで6年かかりました。すごい時間かかっちゃって、それぐらい難しいテクニックなんですけど、そのミックスボイスのポイント注目してもう一回聞いてみましょう。なんのあたりでミックスボイスに移行する準備のような声を使ってじゃの一番最高音でミックスボイスに移動した、そんな感じの歌い方ですね。いやー、素晴らしい。次いきますよ。うわ、たまには大胆に攻めたらいい。僕はね、ものすごい奥手なので大胆にいけなかったりするんですけど、何の告白だって話ですね。で、今の声、現在の藤井さんの歌声に近い感じかなと思って、で、この言葉と藤井さんの今のポイントの声を聞いてピンときた方いると思うんです。そうです。ウィスパーボイスを使ってるんですね、ここのポイント。ウィスパーボイスって声と同時に息の音を出すテクニックなんですけど、このね、優しい感じが今の藤井さんの声っぽいなと思って、もう一回聞いてみましょう。優しい。めちゃくちゃ優しい声ですね。ずっとこうね、力強いパワーのある感じの声できて、ここに来て癒し成分たっぷりのウィスパーボイス、たまらないですね。次いきますよ。転んだ。藤井さんが転んでしまいました。これ素で転んだシーンを使ってんのかな。転び方がね、めちゃくちゃリアルですけど、どうなんだろう。ぜひコメントでまた教えてください。で、今もね、またおしゃれな音、ブルーノートが入ってましたよね。次いきますよ。ここでウィスパーボイスを解除したような声の輪郭がはっきりした声になってきました。ここから盛り上がる感じなのかな。ワクワクしてきますね。次行きましょう。ね、盛り上がったでしょ。なんか藤井さんの声の表現の仕方って僕が理想とする部分がめちゃくちゃ多いんですよね。声で曲が盛り上がる雰囲気を作るために歌で引っ張っていくような表現の仕方を藤井さんよくやるんですけどね、ここが僕ね、ものすごい大好きで憧れてるところなんですよ。
いや、素晴らしい。もう一回聞いてみましょう。そしてスタッカートのね、付け方もめちゃくちゃかっこいいですよね。やっぱりこの盛り上がる直前にスタッカートも入れることによってリズムの歯切れの良さだったりバウンド感が出てくるので、やっぱり歌で引っ張っていってますよね、楽曲全体を。最高ですね。次いきますよ。はい。ここいいですよね。先ほども言ったようにコーラスがバックで入ってるポイント。いや、曲の展開が素晴らしすぎますね。いろんなシーンが次々とやってくるというか、いい。すごくいい。次いきますよ。かっこいい。ねえみたいなね、フェイク。次いきますよ。めちゃくちゃ最後の音低い。ララララ。ここまで下がったかな？めちゃくちゃ音域広いですよね。もう一回聞いてみましょう。ほら、胸に。めちゃくちゃ低い。この音域の幅やばいですね。次いきますよ。サビ前はやっぱり声ダメダイブなんですね。パワーワード。めちゃくちゃ印象に残るワードですよね。じゃあサビいきます。いい。なんのところがコーラスじゃないですか。この大勢で歌っている感じのコーラスをギャングコーラスって言います。一つのレコーディングマイクをですね、何人かの人で囲むんですよね。それで、せーの、なんみたいな。コーラスなんですけど、テレビとかでよくあるガヤってあるじゃないですか。ガヤみたいな雰囲気のコーラスになるんですね。もう一回聞いてみましょう。いいな。この歌詞の言葉遣いいいですよね。わしは言うたがとか、藤井さんの地元弁。めちゃくちゃ好きです、これ。次いきますよ。なんか僕の地元の方言にちょっと似てる。僕は地元が新潟なんですけど、なんとか普通に言いますし、なんで何もしてくれんかったんとかも言いますし、なんかすごく親近感が湧きます。次いきますよ。かっこいい。ごめんなさい。今回僕めちゃくちゃうるさいですね。藤井さんの歌が流れてるタイミングで。超テンション上がってます。ゆったりした曲で、ビートが効いてる曲大好きですね、僕。藤井さんの曲ね、4曲とも全部大好きなんですけど、今回のなんの曲調はですね、めちゃくちゃテンションが上がる意味で大好きですね。メロディーもかっこいいし、藤井さんの歌声もかっこいいし、最高です。次いきますよ。高音になっても声の太さが変わらない。ここがすごいですよね。声の性質上、高い音になればなるほど声って細くなって、低い声になればなるほど声って太くなる。これは声の自然の原理なんですけど、藤井さんの声って高音でも声細くならないじゃないですか。これどうやってるかっていうと、声を出す方向のイメージ。これがですね、ポイントになってます。さっき言った高い音は声が細くなって、低い音は声が太くなる。これの理由としては、声を出す方向のイメージが高い時は上に上がって低い時は下に下がる。こういう意識がですね、無意識に働くんですよね。でもこの声を出す方向を一定にしてあげれば、高い音でもそこまで細くならないし、低い音でもそこまで太くなりすぎないっていう声が作れるんですよ。例えば、タララ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 ラみたいな感じにすると、今高い音は声がこういう風な向きになったので、細くなったじゃないですか。で、キンキンした成分がいっぱい出たと思うんですよね。で、最後のラーのところは声が太くなって、ワンフレーズの中で声のキャラクターがバラバラっていう風なフレージングになっちゃうんですよね。でもこれを一つの方向にキープすると、ララ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 ある程度声質が一定になりますよね。このテクニックを藤井さん今使っ
ってるんですよね。素晴らしいですね。次いきますよ。そうそうそう。いいコーラス。この怪しい感じのコーラスたまらないですね。僕昔コーラスグループでプロ活動をしていた時期があって、それでもね4年ぐらいってすごく短い期間なんですけど、その時にこういうコーラスについてめちゃくちゃ勉強したんですよね。だからこういうおしゃれなコーラスめちゃくちゃ好きですね。次いきますよ。サビの終わりのハイトーンから一気にこの低い音域に移動するっていうね。間奏部分でちょっと間が空いていたにしても、この音域幅はやばすぎますね。すごいです。次いきますよ。かっこいい。なんか昔やっていたゲームでドラゴンクエストっていうゲームがあるんですけど、知ってる方多いと思いますけど、そのドラゴンクエストの3だったかなの洞窟の中の BGM がね、こういう今の藤井さんのコーラスみたいな雰囲気のする BGM だったんですよね。すごくこう怪しいような雰囲気のする BGM 思い出しちゃいました。すいません、関係ない話しちゃって。次いきますよ。この今のヤバめ、この音遣いすごいですね。すごくこうスリリングな音をチョイスして歌ってるっていうか、これはですね、不協和音っていう風な音に該当するフレーズなんですよね。で、一般的に不協和音って外れている音みたいなイメージがあると思うんですけど、これ厳密に言うとちょっと違って、確かに聞いていて、さっきね、スリリングっていう風な表現の仕方をしたので、ものによっては外れている音もあるんですけど、でも音楽理論上、不協和音っていうのは普通にどの楽曲でも出てくる音です。要は使い方なんですよね、不協和音って。ちゃんと音楽理論にのっとって正しい使い方をすると、今の藤井さんのヤバめのところの音みたいにものすごいおしゃれでかっこいい音になるんですよ。もう一回聞いてみましょう。ほら、かっこいいですよね。やっぱり音楽理論知識が半端ないですね、藤井さん。次いきますよ。うわ一回止めます。この耳元でそっと囁いてるような歌声、ヤバめですよね。さっきのね、歌詞を真似てみました。目を閉じてみて、みたいな。こんな感じで多分歌ってると思うんですよね。口をあまり開かず、声のほとんどをですね、鼻に入れるんですよね。で、その声に対して少しだけウィスパーボイスを足してあげる。そんな感じの歌い方かなって思います。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。目を閉じてみて。で、全体的にちょっとスタッカート入ってますよね。わー、かっこいい。次いきますよ。やばいね。すましてみたいな。いやー、できないな僕。超かっこいいですね、この声。やっぱ曲全体の音量のダイナミクスって大小のことをダイナミクスって言うんですけど、これがかなりありますよね。だから音の大きさでやっぱり引き込まれますよね、藤井さんの歌声は。素晴らしい。次いきますよ。優しい気持ちで。ここでね、一瞬フェイクが入るんですね。たまらないですね。次いきますよ。おい。おしゃれ。フレージングがものすごいおしゃれ。で、優しく歌ってるんですけど、しっかりスタッカートを入れて、リズムのバウンド感を表現してるんですよね。この辺さすがですよね。やっぱりね、リズムを熟知してる藤井さんならではかなって思います。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。での音がものすごいおしゃれ。これ、ごめんなさい。今からものすごく難しいことを言うんですけど、メジャーセブンスっていう音を使ってるんです。これも先ほど言った不協和音の一つなんですけど、めちゃくちゃおしゃれじゃないですか。でも、
今の音も不協和音なんですよ。この話から不協和音って使っちゃいけない音っていうイメージがなくなりましたよね、きっと。で、メジャーセブンスの音はね、ものすごくおしゃれで明るい響きなんですよね。すいません。ものすごく難しい話をしてしまいました。結構僕の動画、音楽に深く精通している方も見ていただいてるみたいなので、ちょっとね、難しい話を油断してしまったんですけど、今。ちなみにメジャーっていうのは明るいっていう意味で、セブンス7っていうのはドレミファソラシドのドから数えて7番目の音、シの音。ここに該当しますね。ただね、ドレミファソラシドの音階の曲だったらの話です。メジャーセブンス、明るいドから数えて7番目の音。これがマイナーセブンスとかだったら、マイナーって暗いって意味なんですけど、暗いドから数えて7番目の音。そういった音の表記の仕方を音楽ではします。豆知識でした。次いきますよ。えい！ここでスキャットが入ってくるんですね。やっぱり藤井さんファンクが大好きなのかな。ファンクのボーカリストって結構スキャット使うんですよね。まあここまでものすごい楽曲を作っているっていうことはいろんなジャンルの楽曲を勉強してるとは思うんですけど、今回のなんなんを聞いた感じではなんかやっぱファンクが好きなのかなって思っちゃいますね。スキャットの頭からもう一回聞いてみましょう。この下降音階どこまで下がるんだっていうぐらいずっと音が下がってきましたね。ここでサビに行くための波を作ったのかな。音をこう下げることによって次のサビがドカーンという風にね爆発してるような雰囲気が表現されると思うんですけど、さあじゃあラスサビかな、聞いていきましょう。このねわしとかやっぱ好きですね。僕すごく新鮮。普通だったら俺とか僕とか、女性だったら私とか、そういう感じじゃないですか。でもわしなんすよ。なんすよとかね、素の言葉遣いが出てしまいましたけど、いやーめちゃくちゃ愛着湧きますね。次いきますよ。なんこのなんの部分言いたくなりますよね。多分ライブだと藤井さんのファンの方々がなんのところ担当なんじゃないですかこれ。楽曲の作り的にそんな感じがするんですけど。次いきますよ。今度はなんでのフェイクですよ。この辺でね、やっぱ R&B 色を感じますね、僕は。続きいきますよ。なんじゃったん。ここがね、僕下手くそなんでね、ごめんなさい、うまく歌えなくて。今の高速フェイクやばいですよね。タカタカターンみたいな感じのフェイク。わー、すごいね。後半になるにつれて多分フェイクがものすごいことになってくるんじゃないかなって予想するんですけど、行ってみましょう。あれ来ないですね。あれおかしいな。R&B とかね、ファンクの流れだと最後は間奏になってものすごいフェイクを歌うっていうのが一般的だったんですけど、外しちゃったかな。でもこの後来んのかな。聞いていきましょう。来ないよ来ないでも知らないの僕だけですもんね。最後まで諦めないですよ、僕は。いきますね。おいイケメン。来ないね来ない。そろそろ諦めようかな。でも MV をね最後まで見ていきたいと思います。おいおしゃれ。この盛り上がってる感じかっこいいですね。ロケ地はどこだろう。すいません、アウトロなのにちょくちょく止めちゃって。なんかね、こう喋りたいことがあるタイミングで僕ね止めちゃう癖があって、曲を聴きながらだと自分の思ってることをうまく話せないんですよね。すいません。次いきますよ。そう今のこのシーンなんですけど、普通だったら多分藤井さんが白い衣装を着るんですよ。でも白い衣装を着てる方は、役者さんなのかなですよね。ここがすごい僕の中で意外で、なんか意味あんのかなこれ。知ってる方はねぜひ教えてください。残り少なくなってきました。いきますよ。
でもずっとこんな感じか。なんかフェードアウトで終わるのかな。もうフェイクはね、完璧諦めました、僕は。フェードアウトかな、違うかな。行ってみましょう。これフェードアウトじゃない。もうことごとく外してますね、僕。ダメだ。じゃあ最後までいきます。もう本当終わりだったんですね。なんなんっていう風に終わりましたね。いやー、最高にかっこよかったです。以上、藤井風なんなん歌声分析はここで終了です。いや、今回もめちゃくちゃかっこよかったですね。デビュー曲でこのクオリティはやばすぎませんか？やっぱりね、基本となる歌だったり音楽の知識レベルがもうデビュー段階で半端ないんですね。やっぱりね、世界的に評価されてる理由がこのデビュー曲のなんなんに詰まってるんじゃないかなっていうふうに僕は思います。で、今更なんですけど、ちなみになんなんなんでしょうか？なんなんなんでしょうか？発音がね、間違ってたら申し訳ないなと思って、最後の最後でね、ごめんなさい、質問をしてしまいましたけれども、僕はね、なんなんだと思うんですよね。こちらもね、コメントで教えていただけたらなっていうふうに思います。これからも藤井風全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーの鶴さんでした。